私の命ももう長くはないのか。キアラとの約束は守れそうにないな。リベルタ、そんなところにいないでこちらに来なさい。なーに？リベルタ、顔を上げなさい。大丈夫です。君が成長するまで私は見守り続けますから。リベルタ。よしゃ。よかった。もう朝。なんでこんなそばにお嬢が。寝不足。汗かいてるな。そういや、なんか嫌な夢見たな。でも途中でいい夢に確かお嬢が出てきて。ダメだ。変なこと思い出すな俺。おはようお嬢。ゆっくり眠れたか？まだ眠そうだな。昨日は眠れなかったのか？俺？もしかして俺寝ながらなんか言ってたか？それで起こしちゃったとか？うん。ごめんなお嬢。夜中に嫌な夢を見てさ。きっとそれだ。俺が小さい頃の夢を見たんだ。嫌な夢ってわけじゃないけど、夢の中でヨシュアが苦しんでてさ。あんまいい気分しなくて。けど大丈夫。その後はいい夢に変わったからさ。え？その夢の内容？なんだっけかな。ほら、なんでもねえから。なあ、お嬢。もしもさ、ヨシアが一緒だったら、一緒に暮らせたりとかしたら、俺の生活って変わるのかな？俺、小さい頃から両親いないだろ。だから、ずっと施設に入れられてた。
ダンテが来るまでは結構ひどい生活とかもしてたんだ。だから、俺にも父親がいたら、今とは違ってただろうなって思ってさ。お嬢が気にすることじゃねえよ。施設にいた頃は大変なこともあったけど、ダンテには会えたし、諜報部も楽しい。それに、今はお嬢もいてくれるもんな。うん。そうだよな。あ、いや、なんでもない。今日こそアッシュからタロックを取り返すぞ。アッシュはどこにいるんだ？ま、今日も船内回りながら探すか。ヨシュアに会いに。ああ、昨日会えなかったしな。けど、ヨシュアはどこにいんのかわかんないし、だったらタロッコ探しが先。それに船の中歩いてれば、そのうちばったり会うんじゃねえの？船長室は後回し。とにかく、アッシュを探しに行くぞ。ほら、このままじゃ、君たちはまた指令を忘れて船の探索か、呆れたものだなとかジョーリに言われちまう。だってさ、船長室へは行けないよな。まだ霧が出てるな。最初にアッシュに会ったのがここだったから一応来てみたけど、やっぱ空振りか。アッシュに会えなくてもファミリーの誰かくらいはいるかと思ってたのにさ。ま、一応確認して次んとこ行こう。じゃあいつもの通りに分担な。お嬢はこの階段から船尾側を頼む。俺は船首から階段まで見てくるから。息子なら、ヨシアの願いくらい叶えてやったらどうだ。お前らならできるんだろう。ヨシアは船長室にいる。覚悟ができたら来いよ。ダメだ。俺何考えてんだよ。けど、ヨシアに聞きたいことたくさんある。なんでヨシアは俺の前からいなくなったんだ。母親だってわかんないままだ。でも。いや、なんでもない。俺が我慢すればいい。お嬢に迷惑なんてかけらんねえしな。え？どうした？うわあ！なんててて大丈夫。階段から落ちたくらいなんともないって。ちょっと驚いたけどな。いや、ちょっと考え事しててさ。ほんと大したことじゃないんだ。お嬢も気にすんなよ。
いや、お前にだから話せないんじゃない。いや、これは自分で解決しなきゃいけないことだからさ。今話すと、お嬢に迷惑かける気がする。俺のことで、お嬢が困ることになったら嫌だしな。ほら、顔上げろって。お前が気にすることじゃねえよ。お嬢。お嬢。もしかして、俺の心の中見たのか？おい、待ててお嬢！はそんな急いでどこ行くんだ、イチゴ頭。お嬢、どこ行ったんだ？お嬢にあんな顔させるつもりなんてなかったのに。ああ！俺がしっかりしないからだ！お嬢の運命の輪には代償があるって言ってた。だったら、やっぱり使わせちゃダメだ。ヨシアと暮らせることとお嬢を比べるなんて間違ってる。お？話し声？上からか？ずいぶん落ち込んでるな。昨日のひよこ頭みたいだ。そんな睨みつけなくたっていいぜ。お前が気になるなら教えてやるよ。あのひよこ頭に、ヨシアのことを教えてやったんだ。けどヨシアは、生きてる人間じゃねえ。だからそう簡単には、普通の生活なんてできない。お前襲われただろう。あの服着た骸骨に、運命の輪とか言われてさ。だから、お前がヨシアの元へ行けば全部解決する。ひよこ頭にもそれを教えてやった。お前がヨシアの元に行くって言うなら、俺が案内する。行く気があるなら、ついてこいよ。行かないのか？お前の決断一つで、家族が救われるんだ。リベルタだって喜ぶはずだぜ。ずっといなかった父親がそばにいるんだからな。俺、小さい頃から両親いないだろ。だから、ずっと施設に入れられてた。ダンテが来るまでは結構ひどい生活とかもしてたんだ。だから、俺にも父親がいたら、今とは違ってただろうなって思ってさ。お嬢！ああ、ひよこ頭か。アッシュ！バカなこと言ってんなよ！お嬢がお前の誘いなんかに乗るわけないだろ！ダメだお嬢！よく考えろよ！イチゴ頭の方が物分かりいいみたいだな。おい、いいからどけよ！
誰が毒かよ。ほら、イチゴ頭。いいから来いよ。だからお嬢を行かせるつもりはないって言ってるだろ。天使野郎レアルイッツァール、離れろ。くそ、なんだあいつ。お嬢行くぞ。なあ、お嬢。なんでアッシュなんかについていこうとしたんだよ。俺すごい心配したんだぞ。俺のためだって言うのか。そんなの違うだろ。運命の輪が必要だって言われてお嬢がついていくなんて間違ってる。お前が犠牲になる必要なんてないんだ。なんで俺なんかのためにそこまですんだよ。はあ？俺が好きだから？全部俺のこと考えて動いたっていうのか。どうしてお前ってそんな強情なんだ？俺、お前にはかなわない。ありがとな。やっぱり、俺フェルが好きだ。そうやって強情なところも、隣で笑いかけてくれる笑顔も、みんな好きだ。だから、お前が俺の隣からいなくなるなんて想像できない。正直に言うな。俺、ヨシアと暮らせるかもって言われた時、悩んだんだ。俺も暮らしてみたいって思ったし、それがヨシアの願いなら叶えてやりたいって思った。でも、その願いよりも、もっと手放せないものがあるって気づいた。俺、お前がいなくなる方が嫌だ。俺はお前が大事だ。だからお嬢が辛い思いして俺が幸せになったって意味がない。難しく考えすぎてた。俺の隣にはフェルがいる。それだけでよかったんだ。俺が笑っていられるのはフェルのおかげ。いつもありがとな。船長室へ行こう。ヨシアには謝らないと。俺にはお嬢が必要だからヨシアには渡せない。だからごめんってさ。さっき逃げておいて、なんでまた戻ってくんだ？俺たちはお前に会いに来たんじゃねえよ。ヨシアのところへ行く途中だよ。じゃあ覚悟を決めたのか？ああ、ヨシアにお嬢は渡せないってな。は？お前諦めるのか？
ヨシアと幸せに暮らせるかもしれねえのに。なあ、それって本当に幸せって言えんのか？お前だってそれを望んでたんだろ。だからあの時、俺の誘いを断らなかった。そうかもな。ヨシアと暮らしたらどんな生活できるのかなとか、俺だって色々考えた。でも違うだろ。誰かを犠牲にして得られる家族ってなんだよ。俺はお嬢が大事だ。お嬢は俺のこと、自分のことよりも気遣ってくれてる。俺にとってお嬢はずっと一緒に暮らしてきた家族なんだよ。だから俺はお前の言葉には乗らない。俺はそれじゃ困んだよ。それじゃヨシアを助けられない。こうなったら力ずくで行くしかないな。お嬢、来るぞ。準備はいいか？お嬢、危ない！避けられたか。あいつ錬金術に剣まで使うのか。すごいな。おい、何感心してんだよ。へへ、俺は強い相手には素直に敬意を示す。それが男ってもんだろ。はあ、わかんねえやつ。まあいい、俺手加減する気はねえからな。もちろん俺もお嬢も全力だぜ。お嬢、次は挟み撃ちにする。俺とお嬢ならいけるよな。はっ、よし、俺とお嬢の息ぴったり。てやー！そんな闇雲に剣振り回したって当たんねえって。何？やった！これで終わりにしてやる。お嬢！させるか！ベンス野郎！リアルザール！燃えろ！運命の輪を使うと代償が？お前知っててヨシアのとこに行けって言ったんじゃないのか？そこまでは知らねえ。ただあいつが骸骨に変わったヨシアがそのイチゴ頭のことを襲ってたから行ってみただけ。
俺、ヨシアを助けられれば、それでよかったからな。ヨシアを助ける？ヨシアはもともと骸骨なんかじゃなかった。俺が持ち帰ったタロックを手にした瞬間、姿が骸骨に変わったんだ。骸骨になったら、あいつ俺のことわかんねえし、ブツブツ運命の輪とかつぶやくし。だからイチゴ頭をヨシアのとこに行かせれば、なんとかなると思ったんだ。それなら最初から普通に俺らのとこ来ればいいだろう。イチゴ頭に聞こうと思ったら、いちいちお前の邪魔が入るし、それに、当の息子は幽霊船なんかに喜んでるしな。そんな頼りなさげな奴に頼めるか。なんだよそれ。けどお前ってあいつのことすっげえ気にかけてんのな。はあ？そんなの当たり前だろ。ずっと一緒にいた奴のことを気にしない奴なんていねえよ。それにタロックを持ち帰って原因作ったのは俺だし。ヨシアのそばにいてくれてありがとな。急に何言ってんだよ。ヨシアにお前がいたみたいに俺にはダンテっていう父親みたいなやつがいるんだ。ヨシアにはお前がいてよかったって思う。だからありがとな。よし、船長室に行こうぜ。タロッコが原因なら俺たちが行って確かめないと。それに俺あいつと話しないとな。どうしたんだアッシュ。なんでもねえよ。いつの間に骸骨の群れが。もしかして俺たち囲まれたのか。